はい、今回はご質問いただきましたアフターエフェクツでこんな感じの平面の蝶を飛ばす表現の作り方をご紹介していきます。こういった表現はいろいろな映像作品の中でよく使われていて、僕も実際に過去の仕事で何度か使ったことがあります。作ること自体はそんなに難しくなく時間もかからないのですが、結果として華やかな映像表現を得ることができますので使いやすい演出だと思います。実際の蝶はこんな優雅な感じで飛んでいるのではなく、もっとバタバタとして上下動の激しい感じなのですが、映像表現の中ではこういった形で使われることが多いと思います。制作を依頼された映像なんかで使ってみるとなかなか喜ばれやすい表現の一つでもありますので、実際にどこかで取り入れていただけるといいと思います。では実際に制作を行っていきます。まずコンポジションを作成します。コンポジション、新規コンポジション、カット01としてフル HD の10秒のコンポジションを作成します。次に背景を作成します。レイヤー新規、平面 BG01 として青い平面を作成します。ここに今回はこんな感じの蝶の素材を読み込みます。これはフリー素材のイラストの蝶となります。ここで使う蝶は写真を切り抜いたものでもイラストで描いたものでもどちらでも使うことができます。まず下準備として蝶を左右に分割します。蝶を選択し、長方形ツールをダブルクリック。そして半分にします。こんな感じですね。そしてこのレイヤーをコントロール D で複製。そして片方のマスクを反転でいいのですが、今回は、説明上分かりにくくなるので、反転ではなく選択範囲自体を右に移動しておきます。こんな感じですね。そして今ちょうどで分けるとこの境目が少し切れ目が入ってしまいますので、この M2 回押してマスクの拡張で1ピクセルずつ増やしておきます。すると切れ目がなくなりました。蝶の素材は 3D レイヤー化しておきます。次に位置をまとめて動かすためのヌルを作成します。レイヤー新規、ヌルオブジェクト、ヌルも 3D 化して、この蝶の素材2つをヌルに設定しておきます。こうすると P、位置を動かすとまとめて動かすことができます。次に羽ばたきのアニメーションを設定していきます。蝶の素材2つ選択し R、この Y 回転で羽ばたきを作っていきます。まずこの2つの羽がリンクするようにしておきます。右の羽を選択し、オルトキーを押しながら Y 回転をクリック。エクスプレッションの入力モードでこのピックウィップを左の羽の Y 回転に設定します。するとこんな感じで左を動かすと右も動くようになります。で、この動きなんですが、この回転の向きを左と右は逆に設定する必要があるので、この右のエクスプレッションの冒頭ですね、ここにマイナスを追記します。マイナス。こうすることで左の回転と逆回転でリンクしながら動くようになります。これで羽ばたきのアニメーションの下準備ができましたので、キーフレームで動かしていきます。キーフレームを設定、マイナス60。次に10コマ進めてプラス60、さらに10コマ進めてマイナス60。するとこれで一羽ばたきですね。分かりやすいように角度を変えてみます。ヌルを選択し R、 X 回転、Y 回転、こんな感じですね。
そして羽ばたきの回数を増やしていきます。10コマ進めて、1羽ばたき分のキーフレームをコントロール C でコピー、コントロール V でペースト。さらに10コマ進めて、コントロール C で2羽ばたき分、コントロール V でペースト。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 すると、こんな感じですね。次に止まる動きを作っていきます。10コマ進めて、今まで振れ幅60で行っていたのですが、半分の30にします。30。10コマ進めて、マイナス30。10コマ進めて、次は半分の15。10コマ進めて、マイナス15。10コマ進めて、次は10。この辺りは感覚ですね、減らし具合は。進めて、マイナス10。進めて、5。マイナス5。0と減衰していく感じですね。すると、こんな感じとなります。そして回転のキーフレームすべて選択し、F9 でイーズをつけておきます。滑らかな感じですね。これで羽ばたきのアニメーションができましたので、次はヌルで1を動かしていきます。P を押して1を表示。この右あたり、右の奥に行く感じですね。の決め位置を作っておき、左から飛んでくるように。左に移動しつつ、ちょっと手前ですね。さらに左へ。すると、ちょっと遅いですね。もっと左へ。こんな感じですね。さらに、回転も加えていきます。R。スタート位置はこの角度で、U を押してキーフレームを表示。止まるときはすべて0に、0、0、0、0と。位置ももう少し奥でいいですね。回転は止まるときだけでいいですね。回転のキーフレームを前に移動します。調整していきます。そして F9 でイーズを。ちょっとまだ違和感があるので、アニメーションのタイミングを調整していきます。こんな感じとしておきます。次に上下動をつけていきます。この辺りでキーフレームを上に移動。さらにちょっと下にも。
スタート位置はもっと上に移動。止まるときが少し違和感ありますね。なんか気持ち悪いですね。羽の動きが止まってしまってるんですね。ちょっと全体的に速度を上げます。アニメーション全体を選択し、オルトキーを押しながらキーフレームを移動することで時間を縮めることができます。この辺りかな。いまいちちょっとまたしっくりこないですが、一旦こんな感じとしておきます。こんな感じで蝶を飛ばすアニメーションを作ることができました。次に少しレイアウトの文字を配置していきます。文字ツールを選択し、バタフライ。雰囲気ものの文字を配置しておきます。レイヤーは下に移動。これが超アニメーションさせる基本的な作り方となります。続けてさらにちょっと見た目部分のところを作っていきます。レイヤー新規。カメラを作成します。続けてこの文字と背景も 3D 化します。P を押して1を後ろに移動。この羽がめり込まない奥行き感ですね。に持っていきます。そしてスケールをアップして再配置します。
次にライトを作成します。レイヤー、新規、ライト、ポイントライトを作成します。P を押して位置を調整。手前に移動します。さらにもう一つライトを作成します。次はアンビエントライトを作成します。これ全体の環境光明るさですね。強度を調整。40としておきます。次にポイントライトのライトオプションを開き、シャドウを落とすをオン。次に背景、マテリアルオプション、シャドウを受けるがオンになっていますね。次に羽ですね。マテリアルオプション、シャドウを落とすをオンにします。同じく右の羽もシャドウを落とすをオン。するとこんな感じでライトから 3D レイヤーに対して影を落とすことができるようになります。影を調整していきます。ポイントライトのシャドウの暗さを少し落とし、拡散を大きくして柔らかくします。画質を落とします。こんな感じですね。で、蝶の羽は今すごい違和感のある感じで光が当たっているのですが、ここはうまくやろうとするとライトをシビアに設定していく必要があるので、こういった場合はあえて素材自体のライトを受けるをオフにします。すると細かく設定しなくてもライトの影響を受けないので影だけを落とすことができます。さらに蝶の羽両方のモーションブラーにチェックを入れてモーションブラーをオンにします。するとこの羽ばたきのブラーですね。で、さらに躍動感が出ます。これで完成となります。あとは正確なので雰囲気ものでテキスタイル的な感じですね。で、背景を組んでおきます。オーバーレイ。で、不透明度 T を押して落とす。コントロール D で複製して、ずらして配置。コントロール D で複製ずらして配置。
からさらにカメラ P を押して位置を表示し、キーフレームを設定し、決め位置の微調整で、最初少しよりから始まって引いていくと。止まるときにはもうカメラは決め位置に行っていていいですね。これで完成です。こんな感じで平面の蝶の素材を飛ばすことができます。今回は以上です。またお会いしましょう。